藤間でございます。今日も仮想通貨ニュースを読み上げて、ビットコイン、イーサリアム、ポリゴン、そして、コスモス、アトムのチャート分析をしていきたいなと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株などについて毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、じゃあ早速ね、今日もニュース読み上げますが、今日ね、まず一つ目が、オープンシーっていうね、知ってますかね皆さん。NFT の一番有名なマーケットプレイスがオープンシーっていうんですけども、オープン DAO っていうね、新しい自立分散組織が配布されるってことです。で、SOS 豆腐軍はオープンシーの運営側とは無関係の組織で、オープン DAO っていうのはオープンシーとは無関係ってことね。NFT クリエイター、コレクター、NFT のエコシステムを支援するために立ち上げられた組織だということです。で、SOS っていうね、ガバナンストークンの無料配布がすでに開始されていて、オープンシーで NFT を売買したことのあるユーザーは、メタマスクなどのウォレットに接続されて SOS をもらえることができると。受け取るためには、イーサリアムの、ネットワークのガス代が必要ですということです。まあ、このトークンがね、上がるかどうかちょっとよくわかんないんだけど、まあでも、オープンシーンで NFT をね、売買したことがある人なんだったら、まあ、とりあえずね、これ受け取った方がいいんじゃないかなと思います。なんかね、クレームっていうね、まあ、受け取るっていうのを押せば、簡単にメタマスクなどで受け取れるそうです。受け取り期限は6月30日まで、来年のね、ということです。まあ、これをきっかけに、まあ、NFT をね、売買する人が増えたらいいなと思います。はい。じゃあ次が、日本のニュースですけども、損保の、日本の最大手企業の、東京海上日動火災保険が、アメリカのドルペックのステーブルコインや、電子化した、船荷証券を利用して、貿易代金の送金を即時にできるシステムを構築しているってことが分かりましたということです。ビットコインなどは検討したけど、価格変動が大きいため決済には向かないとして、米ドルに価値が紐付けられたステーブルコインの、利用に至ったということです。これはね、世界初の試みらしいですね。貿易事業を行う会社が、決済を、暗号資産でやるっていうのはね、初めてです。導入は2023年を、見込んでいると、いうことでした。NTT データとか、ブロックチェーン活用の事業を行っているスタンドレイジっていう会社と、一緒に共同開発して、この仕組みを、見つけたということです。損保の大手なので、ここが導入すれば他の会社もね、導入する可能性がありますので、かなり日本においては結構インパクトでかい記事かなと思います。ちなみに僕ね、東京海上日動は就活で受けたんですけど、なんか一次面接、一応面接に分けて、一次面接行ったら、僕以外の4人が全員東大生で、僕が一次面接でなんか何言ったか覚えてないけど落ちるっていう、そういう一次面接でいきなり落ちるっていうね、そういう思い出があります。はい。このニュースはポジティブですね。じゃあ次が、ビットコイン。ビットコインの底入れの兆しが見えてきたっていうコインポストの記事があるんですけども、オミクロン株のね、脅威があんまりなくなったっていうのもあって、アメリカドルも反発したし、アジアのマーケットも結構反発してきましたと。それに合わせてビットコインも反発しましたっていう話なんですけど、あとはね、ハッシュレートが4月につけた過去の最高値付近まで行って、それ以上上げてきたという感じですね。このチャートの図の通りなんですけど、ハッシュレートの高さで言うと、もう史上最高値にいるわけなんです。でもハッシュレートは高ければ高いほど、価格も上げやすい指標として、見られていますので、その辺からしても、ビットコインの価格がね、今からね、最高値まで上がりそうだなと思います。このニュースはもちろんね、ポジティブにしたいなと思います。はい、今日もね、ちょっと僕のね、ツイッターでも見た面白い、記事をね、紹介していこうかなと、思いまするね。海外の有名トレーダー勢引き続きね、やっぱり今から最高値更新するっていうね、記事が多いです。特に春ぐらいにかけて、ビットコインのね、バブルの堅調になるんじゃないかっていう人が多いですね。テックデブさんですね、有名なね。
月足のチャイキンマネーフローっていうね、CMF っていうのがあるんですけども、これまあね、保有率、ビットコインの保有率を表していて、つまりその、ビットコインを持ち続けた方がいいなと思ってる人の、割合なんですけどね。これが2013年のバブルと2017年のバブルの時に、一番高いところまで行ったんですね。って考えたら、今のこの仮想通貨バブルはまだそこまで来てないからね、今から、ここまで上がると。そうすると、価格も最高値つけるんじゃないかっていう指標ですね。これだから、バブルの天井で売る指標にもなりそうですよね。価格がかなり上げてきた時にこれまた見たいですね、この指標ね。ということで、これ何が言いたいかっていうと、今からじゃあまたね、2013とか2017と同じように、この保有率、ビットコインの保有率も、高値になって、価格も最高値になってバブル崩壊するんじゃないかということが言いたいみたいですね。これなかなかね、面白いと思いますね。本当にそのチャートと、この保有率が割と相関しているので面白いなと思います。買い場と売り場がよくわかるっていうかね。はい、じゃあね、このチャート分析いきたいなと思います。ビットコインは若干下げましたが、あんまり目線としては変わってないかなという感じですね。一旦ちょっと、短期的な、調整だと思ってます。49,000 ドルぐらいですね。とりあえず目先は53,000 ドルから54,000 ドルぐらい。5万ドルいってました。さっき上がってきてね、反発してきて。こんな感じで、陰線が2日連続で、3日連続で続いてますね。でもあんまり動きないですね。土日入ったしね。クリスマスっていうのもあるので、クリスマスになるとやっぱりね、欧米人があんまりトレードしないので、ボラティリティもかなり低いんですよね。ほら見てください。ボラティリティじゃない。出来高。出来高この3日間めっちゃ低いんですよ。これはもうね、クリスマスの、もうお休みモードに完全に入った。だって、この辺でずーっと見ても、この直近3日間がめちゃくちゃ少ないんですよね。考えたらちょっとお休みモードなのかなとクリスマスのね。で、また、大晦日付近までちょっと、値動きがあって、また、三が日ぐらいまであんまり値動きがなくて、1月の4日ぐらいから動き始めるみたいなね。株と同時に。そんな感じなんじゃないかなと思いました。だから、あんまりちょっと年末年始すごい動くっていうイメージはないんですけど、とりあえず1月ぐらいに、史上最高値に向かっていくんじゃないかなと思いますので、このウェッジを上抜けたっていうのもあるしね。さっき見たみたいにハッシュレートとかも上がってきてるので、市場的にはやっぱこの辺のね、42,000 ドルぐらいが、そこだったっていうことだと思います。で、RSI はまだまだね、そんな高値圏じゃなくて、50いかないぐらい。まだまだ全然低いね。50か。50ぐらい、48か。48なんで、全然まだ上げられる余地ありますので、1月に最高値更新して、2月もね、3月も高値更新どんどんしていって、4月とか5月ぐらいにバブル崩壊なんじゃないかなと僕は思ってみてます。引き続き僕はね、バイビットでレバレッジ3倍で長期ロングをしてます。じゃあ次、イーサリアム。イーサリアムね、4,000 ドル付近でかなりね、こう、もじもじしてるというか、値動き少ないですね。今日も 4,040 ドルですね。でイーサの方も、やっぱりあんまり出来高がないです。この3日間ぐらいというか、この1週間ぐらいかな。こうやって見たら、この辺をずっと横横してる。ガクンと下がってるじゃないですか。これ完全にクリスマス相場なんですよね。だから、ちょっと面白くないけど、しばらくこの100日同平均線に支えられてもじもじしてからそのうち上がってくるとかね。そんな感じになるのかなと思ってます。イーサリアムも引き続き、長期ロングしてます。じゃあ次、ポリゴン。ポリゴン結構今日ね、上げましたね。こいつはね、もちろんそのファンド的にはめちゃくちゃ期待できるコインなんでいいと思うんですけど、2.77 ドルで、やっと最高値更新しました。おめでとうございます。この間ね、この最高値更新しましたので、このアセンディングトライアングルを上に抜けたっていうことになると思います。しっかりちょっとね、今日の、実体線を見たいんですけど、このままこのね、2.7 ドル上で締め切られるんだったら、
ここから強い上昇来そうになってますので、ポリゴンね、持ってない人は買ってもいいと思います。RSI もまだちょっと上に行けそうな感じ。まだ70いってませんので、65なんですよね。もうちょっと上に行けると思うんですよね。80ぐらいまで。で、週足の RSI もちょっと見といたら、週足の RSI ももうちょっと上行けそうですね。今73なんですけど、この辺ね、爆上げたところ、ちょっとこうやってピークか。この辺のね、3月、4月ぐらいにめちゃくちゃ上げたところはもう、RSI もっと高くて、90ぐらいって言ってたのかな。この辺か。90いってますね。97とかまでいってるんで、そう考えたらやっぱり今からね、RSI がこう、クーッと上がってくる。で、価格もめちゃくちゃ爆上げてくるみたいなね。そんな、チャート形状になりやすいと思うんで、バイビットとかバイナンスでね、なんかアルトコイン買おうと思ってる人は、このポリゴンもね、いいと思います。じゃあ次、コスモス行きましょうかね。アトムって書いてコスモスなんですけど、こいつ今日結構上がってましたね。31ドルです。今日は大陽線ですね。こいつね、なかなか今いいところだと思います。買い場としても。こうやって見てた平行チャンネルを上に抜けて、しかも100日移動平均線も上に抜けたって感じね。これで一旦デッドクロスした移動平均線だったんです。50日移動平均線か、これ。50日移動平均線を上に越えたって感じで、このまま、チャート形状的に100日移動平均線も超えてきて、今度はまたゴールデンクロスして爆上げみたいになりそうなんで、このコスモスもね、今から買っていってもいいんじゃないかなと思います。価格が31ドル、最高値が44ドルなんで、そんなにないです。最高値までね。このダブルトップからの落ちて、上って感じなんで、チャート的には、結構綺麗な形だと思いますね。だから、ここみたいな感じ。こんな、なんか、ダブルトップ、ダブルボトム、ダブルトップになるけど、跳ねるみたいなね。そんな感じにも見えるので、今から最高値更新に向かって、結構上がってくると思います。はい。というわけで今日もね、仮想通貨のニュースとチャート分析してみました。今日の動画役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして、僕のね、著書が1月11日発売します。僕のね、藤原式2022年の仮想通貨戦略っていうコラム、事前予約の人だけ読める記事になってますので、2022年も仮想通貨投資で稼ごうって人は、ぜひね、本1650円かかって申し訳ないんですけども、動画の説明欄または、コメント欄のリンクから予約してみてください。そして、動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しています。ざっと見て持ってない取引所があったら、登録してみてください。そしてキャンペーンをやっていて仮想通貨がもらえる取引所もあるんで、ちょっと見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になってます。でしかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットを、メインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人はシンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね、5500円分の
US ドルテザーが、もらえます。ぜひ登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。